にちは、NG パークです。今年最初のモトブログですね。てかね、暑い。今ね、まだ1月なんですよ。1月の10何日とかなんですけど、なんかね、暑い。18度ぐらい今ありますね。涼しい、気持ちいい。でね、今日今から行くのがなんだっけ、ユーリカっていう街にまず向かいますね。ちょっとね、ロンツっぽいことをしてみようと思います。2、3泊になるんじゃないかな。ユーリカ自体は近いですね。まずここからレディングっていう、ここからちょっと北にある町に向かって、でそこからウイスキータウンっていう、なんか山岳地帯を一旦乗り越えて、で海の方に向かいます。でユーリカっていうのは海沿いの町ですね。で、それが今日なんですけど、その後ね、わかんないですよ。ちょっとね、ここはカリフォルニアあったかいんですけど、そこからさらに北に登って、もしかしたらちょっとシアトルの方に行くかもしれないです。まだねちょっと決めかねて、一応装備だけ持ってきたんですよ。着替えと、あとあったかいやつ持ってきたんですけど、雪が降ってたりとか、天気が悪い、あまりに寒いとか、そういうんだったらちょっとやめようとは思いますけど、条件が整ったらシアトルまで北に登っていこうと思います。で、その道は101っていう国道なのかな、インターステート101ですねの海沿いの道を通って北に向かおうと思いますね。でもう何キロか忘れましたけど、遠いんで、なんでさっき言ったように2泊か3日3泊4日とか、そんぐらいになるかなっていう感じのツーリングになります。はい、前置き長い。はい、じゃあとりあえずね、レディングはそんな遠くないんで、そこまで、ガツガツ進んでいきましょう。じゃあ行ってきます。見えるかな、めっちゃでかい山脈が向こうに見えますね。これはちょっとね、レディングには1回来てるんですよ。おまわりさん、なんだっけ、レディングには1回来てて、その時がねちょっと曇りだったんであんまりね見えなかったんですけど、今日はちょっと晴れてるんでね、遠くまでよう見えますね。で多分もうそろそろレディング着きますね。あと2、30分かなぐらいで多分着くと思います。だいたいレディング着いたら一旦ちょっと休憩をしますね。1時間ぐらいしかまだ乗ってないんですけど、ホテルの予約とかまだ全然してないんで、それらをしようかなって思いますね。なんでちょっとコーヒーショップ寄って、コーヒーでも飲みながら宿の予約とかもしてみようと思います。してみようっていうか普通にしようと思います。ここですね。はい、ウイスキータウンですね。ウイスキータウンって街じゃないんですよ。タウンっていうんですけど、なんかナショナルパークですね。でこの間ねちょっと途中までは行ったんですよ。でなんかねすごい綺麗な湖があって、でもうちょっと進みたいなと思ったんですけど、その時ねもう3時4時ぐらいだったんですよ。4時5時とかだったんで、もう帰んなきゃいけないなと思って、その時はもう途中まで行ってとんぼ帰りしたんですよ。だからねちょっと今回は最後までちょっとね走り抜けてみようと思いますね。レディングの街に着きましたね。ここ本当に長いですよ。何もないですよ。ただ単純にコーヒー飲んで、よいしょ、ガソリン入れてって感じですかね。ここ右かな。ホテルの予約が終わりましたね。日没までには着くと思いますね。一回山通るんで、山の中で日が沈むのちょっと嫌なんですけど、なのであんまりのんびりもしてらんないですね。出発が遅かったですからね、チンタラしてたんですよ。抹茶ラテが美味しいお店でした。ここで
からウイスキータウンっていう山岳地帯ですねに向かって、でそれ通り越して、海まで向かいます。で海沿いのユーリカっていう街に着きますね。今回の旅ほとんどノープランなんですよ。シアトルにまず行きたいなと思ったんですよ。前にコメントでシアトルに居酒屋があるっていう話を聞いて、ほんでどこにあるか全然調べてないんですけど、とりあえずシアトルにあるっぽいんで居酒屋に行きたい。であとね、海沿いの101っていう道、インターステートだと思うんですけど、インターステート101がね綺麗っていうのも聞いたんで、それも通りたい。なんであとね、オレゴンのどこかに、これまた場所をちゃんと調べてないんですけど、ちょっとね前から行きたいなと思ってたダイナーがあるんですよ。有名なダイナーがあって、有名なっつっても知ってる人は知ってるっていう感じなんですけど、とあるゲームのモチーフというかモデルになったダイナーがあったんで、ちょっとそれをね行きたいなって。その2つ、3つか、オレゴンのダイナーと、シアトルの居酒屋と、101を通るっていうがね、ゴール3つですね、今回の夏で。今から行くねウイスキータウンの山なんですけど、ここもね山火事があったっぽいんですよ。僕知らなかったんですけど、この間ちょっとちらっとね通った時に結構ね悲惨な山火事の跡がありましたね。多分今から行く時によく見られると思います。ほんとねちょっとやっぱね朝早く出るべきですね。怖いわ。この山通るのにちょっと日没ちょい前ぐらいにここの山の登りを開始するもう日本語変だな、山登りを開始するミスですね。これは早起きしましょう。あとね全然関係ない、関係ないこともないですけどね、最近ちょっと思うのがバイク選びをねちょっと間違えた気がするんですよ。R90 好きですよ。R90 ねかっこよくて乗りやすいし好きなんですけど、僕のこの使い方と R90 の想定される使われ方ってね合ってない気がするんですよ。特にこの R90 レーサーの場合ね、東京にいた頃は R90 ちょうどよかったんですよ。なんつうの、ストップ&ゴーが多いし、ちょこまか曲がりながらいろんなところに、コンパクトにいろいろ回るような使い方をしてたんで、それはそれで良かったんですけど、すごいですね。それはねあったんですけど、でたまに遠出する。アメリカ来てからね結構長距離をずっと乗りながら、毎回余裕で100キロ以上乗るんですよ。でっかい道を漠然とバーッと走りながら。であと夏はキャンプしたりするし、でそう考えると R90 じゃなくてねGS とかアドベンチャー系のバイクがね良かったような気はね正直最近してるんですよね。これ見えます？これもう焼け野原やばいですよね。いいね、涼しい。めっちゃ綺麗。いいね、すげえ。やべえなこれ。いいね、ガスガスですね。太陽といい感じですね。この水が反射してでかい山がそこにあって、であとはもうユーリカまでかっ飛ばしていきましょう。いいね、なんかバイク旅って感じしてますね。見えるかな、なんか雪下がってますけど、これはしかもそんな遠くない山ですからね。マジで時間に余裕を持ってこう雪だ、すげえな、なんか広い。ほんとこの岩肌、いいね今の影。